とんかつです。この動画は絶ア歴の最終フェーズの解説動画です。開幕の15秒くらいは木人フェーズなので全力で殴りましょう。確定判決4種類のデバフがつきます。まず逃亡観察と逃亡禁止。これは紫色のデバフで逃亡観察の人を中心に逃亡禁止の人が放射状に自動的に歩き出します。この移動が終わるまでの間に一定以上距離が離れると逃亡禁止の人が死んでしまうというデバフです。次に接触保護と接触禁止。これは黄色いデバフで接触禁止の人が接触保護の人に向かって自動的に歩き出します。自動で歩いている間に接触保護と接触禁止の人が触れてしまうと接触禁止の人が死んでしまうというデバフです。このデバフはそれぞれつく人数が決まっていて、接触保護と逃亡観察は1人ずつ、接触禁止と逃亡禁止は3人ずつです。こんな感じで3回して処理します。確定判決のギミックの前後に行動命令と静止命令がランダムで来るので注意です。行動命令の場合は動き続ける。静止命令が来た場合は動きを完全に止めます。次は照準を2回してきます。ランダムで2人に頭割りがつくパターンと全員に円範囲が来る3回パターンが交互に来ます。今回は先に頭割りが来たので終わり次第3回します。未来観測アルファ。未来の自分とボスの動きが見えるので、この未来の自分に出るエフェクトなどを見て、この後自分がどう動くのか判断するギミックです。未来観測アルファで来るエフェクトは、まず行動命令と静止命令がランダムで2回。8人のうち名誉罰が1人、集団罰が1人、過重罰が3人、何もエフェクトがつかない人が3人です。最後に北にいる4人のボスのうち3体が直線ビームを打ってくるので、こんな感じに3回し、3回した場所で行動と静止の処理をします。何もエフェクトが来なかった人は頭割りに参加します。まず確認フェーズです。これ行動ですね。エフェクトは過重罰です。行動の次が静止で、左から2番目のボスがビームを打ってないのでそこがアンチです。今回は過重罰なので、ボスの対面の左側に立って行動と静止です。過重中罰。タンク2人で受ける連続強攻撃です。まず頭割りを3回してきて、その後に中罰というデバフ付きの単体強攻撃をしてくるので、詠唱中にスイッチです。無敵技で一人受けすることも可能ですが、その時もスイッチは必要です。未来観測ベータ。これも未来の自分とボスの動きとエフェクトを見てこの後の自分の動きを判断するギミックです。ベータは最初に来た4種類のデバフと接近強制と接近禁止の線でつながれるデバフがつきますので、こんな風に3回し処理します。その後、北にいる4体のボスのうち3体がスーパージャンプをし、北に残った1匹が照準。これは頭割りか3回、どちらかランダムです。ボスの周りに緑の玉がいっぱい出てたら3回、緑の玉が2つなら頭割りです。頭割りの受け方はデバフの色で分けます。紫組は南で頭割り、黄色組は北で頭割りをします。最後にスーパージャンプをした3体のボスのうちランダムで1匹が配下の奇跡、これはドーナツ範囲ですね、をしてきて終了です。まず確認フェーズです。接触禁止で接近強制の線がついてます。
スーパージャンプが来たら北のボスに注目です。3回パターンですね。で、次が配下の位置の確認です。デーマーカーのとこがアンチですね。で、ここからが本番フェーズです。強制移動が終わって戦とかの処理が終わったら照準のために3回。照準が終わったらすぐに配下のアンチに集合です。荷重中罰、タンク2人で受ける強攻撃です。これは無敵受けしてます。スイッチを忘れないようにしましょう。聖なる大審判。これはフィールドにこの3パターンの円範囲が順番はランダムに3連続で来るので、それを避けるギミックです。そして避け終わった後に100万近いダメージの頭回り攻撃が来るので、全員固まって避けないといけません。これちなみに全部重ねるとアンチが完全になくなるので、1箇所にぼったしで処理することはできません。大審判を避けるのに使うのはこの範囲だけです。まず予兆の1個目の範囲に入ります。予兆の2個目はスルーし、予兆の3個目の範囲に入り避ける準備完了です。あとは本番の1個目が出て消えたら1個目のところに入るだけです。次は真ん中が1番目のパターンです。予兆の1番目に行き2番目はスルー、予兆の3個目に入り準備完了で、一発目が出たら入って終わりです。次は南が1番目のパターンです。予兆の1番目に行き2番目はスルー、3回目に入り準備完了。本番の1個目が出たら入って終わりです。予兆の1番目に行き2番目はスルー、3回目に入り準備完了。本番の1個目が出たら入って終わりです。荷重中罰、タンク2人で受ける強攻撃です。これは無敵受けしてます。スイッチを忘れないようにしましょう。聖なる大審判。予兆の1番目に行き2番目はスルー、3回目に入り準備完了。本番の1個目が出たら入って終わりです。2回目の聖なる大審判が終わったら時間切れの演出が来ます。この落ちてくる歯車に1人ずつ入っていきます。誰も入らなかった場合は即ワイプです。これで絶ア歴最終フェーズの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。